にちは、シエルちゃんです。アシスタントのグミジーです。今回は、中国のおまんじゅう、マントウを作っていくよ。今日は久々のパン会ですね。フォカッチャ以来の帽子だ。マントウは中国の一般的なおまんじゅうですね。マントウもまんじゅうの中国読みまんまです。昨今、お米がお高いからね。お米の代わりとなる主食としても、シンプルにいろんなおかずと合わせられるパンとしても美味しいのよね。材料は概要欄をチェックじゃ。ぜひ最後まで見ていってね。チャンネル登録、グッドボタン、通知オンもよろしくお願いします。コメントも気軽にしてね。応援してもらえるとシエルちゃんが嬉しくなります。では最初に強力粉。強力粉はミネラルたっぷりだから、小麦の味をしっかり感じられるよ。パン作りは基本的には強力だね。そしてイーストちゃん、元気に育つのよ。母性が出てますぞ。そしてお砂糖。これはイーストちゃんの発酵を手助けする糖分。栄養だね。大きく育つのよ。母性が溢れ出てますぞ。次にお塩。塩味だけじゃなくて、イーストちゃんの発酵をいい具合に安定させる役割があるよ。イーストちゃんとは離れた位置に計量しよう。初めから一緒にすると、イーストちゃんが滅菌されちゃって、発酵が弱まっちゃうから気をつけよう。そしたらお水を加えてきます。夏なら常温、冬はぬくいお水で。初めはゴムベラで混ぜるといいかも。ちょっと硬いかな。お水は全部入れずに少し残しておいて調整していこう。粉の種類だったり気温、湿度とかでも水の分量は変わるからね。今回の生地なら粉っぽくなくてベタつきもしないくらいが正解かな。ある程度まとまったら手でこねていこう。ゴムベラで頑張りすぎると折れちゃうからね。すりつぶすように押し伸ばす。ボールでこねるのもいいけど、あれあったよね。あれですね。シリコンマット。ベタつかない便利物だ。ない人は清潔で平らなテーブルなどに打ち粉をしよう。そして5分ほど手こねしよう。どんどんキメが細かくなってくよ。手こねって大変だけど、気持ち的な補正がかかって 1.3 倍くらい美味しく感じるよね。汗水垂らして育てた子が立派になってお母さん。圧倒的母性。おお、目に見えてキメが細かくなってますね。ほらほら見てみて。うちの子こんなにツヤツヤになったよ。手こねはこれで OK。 そしたら30分くらい発酵させましょう。夏の時期なら室温でもいいかもね。こんな風に蓋するだけ。ホイロの環境がある人は35、40度くらいで発酵を取ろう。乾燥しちゃいそうなら濡らしたタオルとかかぶせてあげよう。でっかくなったね。打ち粉を巻いて生地を広げよう。あら、着地失敗。大きなガスを抜いて。綿棒で長方形に伸ばしていくよ。いい感じになったら、一回たゆませてくるくる巻いてきます。
そこは閉じてあげる。そしたら1個分に分割。2回目の発酵いきます。また30分くらいホイロに入れてあげよう。入りきらない子たちは常温で発酵を取ってこうかな。乾燥しないようにラップ。ホイロの子たちがいい感じなので先に蒸してくよ。たっぷりのお湯を用意して、蓋閉めて10分くらい。蒸せた。オフ。独特の芳醇な香りが中華街で嗅ぐやつ。可愛く蒸したね。他の子たちも蒸しました。何個か試しに焼いてみたりもしたよ。これで完成。それではいただきます。おいしい。おお、ふわふわ、もぎゅ、もちもち、最高の食感なのだ。お味は本当にシンプル。お砂糖とお塩が少し入っているからほんのり素朴なお味でそのままでもいけちゃう。若干イーストの香りがあるから苦手な人は風味消しに少しお砂糖とお塩を増やしてみてもいいかも。まあその香りがおまんじゅうらしさなんだけども、そのまま召し上がるのも良きですが、軽くフライパンで焼いたり、薄くスライスして少量の油で表面をカリッカリに焼いてお塩をまぶして食べるのもシンプルながらとっても美味しいですぞ。あー、それ絶対美味しいやつ。もちろんおかずと一緒に召し上がるのもおすすめじゃ。角煮を挟んで角煮まんとか最高ですぞ。いいねいいね。今回は蒸し焼きだけじゃなくてオーブンで焼いてみたパターンもあるよ。サクサクふわふわで美味しかった。おまんじゅうではなくなっちゃうけどシンプルな生地だからね。オーソドックスなパンにもなるよ。イーストの香りが苦手な人はこっちがいいかも。そのままでも美味しいし、サンドイッチとかにしても最高だね。今回はマントいかがだったかしら。シンプルでいろんな応用が効く、そして簡単めな工程もおすすめなポイントじゃな。ぜひ作ってみてね。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。動画の感想、作ってみた感想もいただけると嬉しいです。チャンネル登録、グッドボタンなどもよろしくお願いします。11、12